早稲田大学の河野公子です。今日は空海が嵯峨天皇に送った屏風についてのお話をしたいと思います。空海といえば真言密教の開祖として日本であれば誰でもが知る有名な人物ですけれども、空海が日本の文化史上に残した足跡というのは真言密教だけに関わるものではありません。空海は9世紀の初めに中国に留学しますけれども、そこから帰ってくるときに様々な文学やあるいは書道に関する書物や実物も持ち帰っています。そうしたものの中からたくさんのものをまた時の天皇であった嵯峨天皇に献上しているのですけれども、今日はその中から嵯峨天皇の要請を受けて、空海が世節真語という中国の古典文学作品の文章を屏風に記して、そして嵯峨天皇に献上した。そうした屏風というものを取り上げまして、当時文学というものがどのように書かれ、どのように見せられていたのか。文学を伝えるメディアや、あるいは文学の役割、機能といったことも含めて、空海が嵯峨天皇に送った屏風のことをお話ししていきたいと思います。残念ながら、その空海が嵯峨天皇に送った世節真語という中国の文学を書いた屏風、そのもの自体は今残っていません。しかし、空海が嵯峨天皇にその屏風をプレゼントしたときに、それにつけた空海から嵯峨天皇への手紙、上表文が残っていますので、それを通して考えますと、9世紀初めの平安の朝廷の天皇の居場所に、世節真語という中国の古典が書かれた屏風があったということがわかるわけです。それでは、なぜ嵯峨天皇は空海に世節真語という中国の古典文学の文章を屏風に書かせるということをさせたのでしょうか。世節真語という書物は5世紀に中国で編纂された書物で、様々な人物のエピソードを集めた書物です。世節真語という書物は日本でも非常に好んで読まれて、実は今でも古い写本が残っていて、それが日本の国宝にもなっているような書物です。あるいは空海当時、平安時代を振り返ってみましても、世節真語の文章を元にするようなことわざが日本でもできたとか、あるいは平安時代の文人が世節真語の注釈を作ったというような記録も残っています。そういう点で考えますと、世節真語という書物を屏風に書くということが行われた理由もなんとなくはわかるのですけれども、もう少し中国との関係から考えてみますと、なぜ世節真語だったのかということにはもう少し理由がありそうです。というのは、中国の唐の時代の皇帝が実は自分の居場所に屏風を置くということを行っていました。中国の7世紀の皇帝である大宗という皇帝がいますが、その大宗の時代も空海のように書道に優れた字のうまい臣下がいました。その臣下の名前は愚聖南と言います。唐の大宗は書のうまい愚聖南という臣下に列女伝という書物の内容を屏風に書かせたという記録が残っています。世節真語ではなく列女伝なのですけれども、列女伝もまた様々な女性のエピソードが書かれた中国の古い書物で、そういったものを屏風に書かせるということで、ここには皇帝からその屏風を見る者に対して人間はこの世に生きるべきだ。
あるいはこの世に生きてはいけないといった様々な教訓、あるいは戒めのといったそういったメッセージが込められていたということが考えられます。では、日本では屏風はいつ頃からあったのでしょうか。実は空海の時代よりも先駆けて奈良時代、8世紀の半ばを生きた聖武天皇という天皇がいますけれども、その聖武天皇の周りには実にたくさんの屏風があったということが記録されています。聖武天皇が非常に大切にした屏風の中には、絵が描かれたものもあれば、文字が書かれたものもある。その文字はもちろんすべて漢字です。そして、そのいくつかは今も正倉院の中に、残っています。これは聖武天皇が亡くなった後に光明皇太后が、聖武天皇が非常に大切にしていた様々なものを東大寺に寄進した。それが今、正倉院に収められて、21世紀の今に至るまで、実物をいくつか見ることができます。その中には、もともと聖武天皇が大切にした屏風が含まれているのですが、そこにどういう文字が書かれているかと言いますと、それもやはり中国の皇帝と同じように、帝王からその屏風を見る者に対する様々な戒め、教訓の言葉が書かれているのです。空海は中国に渡った時に、皇帝あるいは文学者たちが様々な詩や文を屏風に書いて見せる、屏風に書いて見せるというようなことを目にして、その中国で行われているようなそうした文学のあり方、文章のあり方、書の見せ方っていうようなものを日本でも再現しようとしたということが考えられるのではないでしょうか。